皆さんこんにちは、藤本ホセマリです。今日は体軸と、重心についてお話ししていきたいと思います。はい、じゃあ体軸についての話なんですけど、私、体軸の定義っていうのは、ちょっと難しいんですけど、私の中では基本的には背骨を中心に体を動かしていくような、動きを、僕は言ってます。なので、正しい言い方なのかどうかちょっとわからないんですけど、私なりの表現でちょっとやっていきたいと思います。で、例えばですね、こう両足をこう広げます。で、体をこうねじっていく、背骨に沿ってこうねじっていくような動きですね。こういう動きが、できると、上から打つショットだったりとかレシーブする時とかっていう話は以前したと思うんですが、これをですね、体っていうのは背骨はね、必ずしもこうまっすぐな状態じゃなくて、こう前だったりとか後ろだったりとか横だったりとかっていう風になってくるんですけど、この反った状態でもこういう動きができる、こういう横に曲げた状態でもこういう動きができるっていう風になると、このオーバーヘッドの動きでね、いろんな球が打てるようになってくるんですね。なので、もちろんオーバーヘッドこういう打ち方はあるんですけど、例えばラウンドヘッドの球を打つ時にもちろん反って打ちます。反って打つ時にこの状態で手しか動かないような状態だとダメなので、こう反った状態でもしっかり両肩がこう動かせるような状態ね、真後ろに反っても動かせる、真横に来ても動かせるといろんなショットが打てるようになってくるので、まずね、こういう動きで肩がしっかりこう動かせるか、こういう動きで肩が動かせるか、左利きの人だったらこういう状態で肩が動かせるか、ね、こういう状態もあるかもしれません。なのでいろんな状態でね、こう肩がまず動かせるようにしてほしいっていう、その自分の背骨の軸、体軸に合わせて、体が動かせるようにするっていうのを意識して、やってみてください。はい、じゃあ次に、重心についてお話ししていきたいと思います。で、重心をね、今までこう、はい、重心ここに持ってきて真ん中に持ってきてとかいろいろ言ってきたんですけど、結構重心っておそらく3次元で表現するものなんですけど、状況に応じて勝手に2次元で表現したり3次元で表現したりっていうね、ちょっと結構混乱する部分もあったんじゃないかなとは思うんですけど、そこはうまくなんとなくで掴んでほしいなと思います。例えば両足をね、こう均等に体重を乗せて重心真ん中に持ってきてくださいみたいな話をするときはすごい2次元でこの辺に持ってきてっていうようなイメージで言ってます。だけどこう構えから、肘が伸びてしまうと重心が上がっちゃうとかっていうときは多分この辺に重心があって、それをもっと下げてくださいっていう話だったりとかするので、ちょっとねその時その時で重心の表現がちょっと変わってくるのもあるんですけど、なんとなくでねこう理解してもらえればなと思います。で、重心がとりあえずね真ん中にこう作るっていうのはバドミントンの中ではすごく大事なことです。シングルスでもサイドに早く動かなきゃいけないような時に重心を真ん中に持ってくるとこう横に対して早く動かせるようになったりするし、体もこういう動かし方をする時しっかり重心が真ん中にあると足が動かしやすくなるっていうのもあります。だからこれが崩れてしまうと足も動かないし、動きにくさがすごく出てしまうので、重心を真ん中に持ってくるっていうことをね、意識してほしいなと思います。で、重心をですねこう真ん中にしてるつもりでこうリアクションステップを取った時にですね、結構癖でリアクションステップを取ると右足だけがこうちょっと広めに出ちゃったりとか、例えば股関節が片方硬くてこうなっちゃうとかこうなっちゃうとか結構無意識であります。結構ね鏡とか、動画でちょっとね自分の動きを撮ってもらってチェックしてもらうとね、なんか真ん中通ってるんだけど動けないよってなった時に意外とこうなっててこっちが取れないとかこうなっててこっちが取れないとか、そういうふうに無意識にちょっとこうね動いちゃう人結構いるので、そういうところ細かいところね自分で修正できるようにした方がいいです。重心とかっていう感覚ははいこうだよこうだよって教えられるものじゃなくて、自分でこう感覚をつかまなきゃいけないものなので、自分でこう理解していくっていうことがすごく大事だから、やっぱりそこをね理解するために、感覚のいい人は多分なんとなく自分で修正できると思うんですけど、感覚がねこうあまりこう
掴むの得意じゃないって人はやっぱ鏡とか動画こう見て、自分こうなってるなこうなってるなっていうのを一個一個チェックしてもらうといいんじゃないかなと思うので、ぜひそういうところを意識してやってみてください。